ダダチャンネル。はい、皆さんこんにちは。クロノスタッフダダ浜松です。こんにちは。はい、本日ご紹介していく時計はこちら、ジンスペシャルウーレンより、EGM3、ご紹介していきたいと思います。お願いします。はい、今回の投稿は16回目ということで、はい、またうちは、静岡県内唯一のジン正規取扱店ということで、今回非常にこの特徴的な時計ご紹介していきたいと思います。はい、こちらまず見ていただいて、この左リューズが超特徴的なモデルになっております。これは最近公開されました映画「沈黙の艦隊」で大沢たかおさんが左手につけてた時計になりますね。そういうようですね。もうなんですか、イメージバッチリというか、なんか結構ミリタリーなイメージね、強い時計では、時計というかメーカーでありますのでね、今回この時計をじっくり紹介していきたいと思うんですけども、はい、まずこれ、まずジンってどうしてもモデル名が数字だけっていう時多くて、非常に売る側大変な思いをしているわけですけども、大変です。これ珍しくアルファベットがついてます。そうですね。EGM3。はい、これ、ドイツ語の略なんですけど、フルに表記すると、アインザットツワイトメッサードライという意味になっております。はい、まずアインザットっていうのは直訳すると、危険を伴う出動のことを言います。なので日本語に訳すときには出撃と訳しておりますけども、でツワイトは時計、メッサーは計測器と、ツワイトは時間、メッサーは計測器ということで、出撃時間計測器という意味の3番目ということでドライとなっております。その名前にたがわずですね、これドイツの特殊部隊、ドイツケースの特殊部隊の正式採用装備として作られたっていう経緯があります。専用なんですか？専用、そうです。専用とか正式採用、実践装備ですね。なので警察の特殊部隊の人たちにいろいろヒアリングをして、必要な機能を全部盛り込んで作ったっていうのがこの時計です。すごいですね。なので潜水艦の艦長役の大沢たかおさんの腕にも非常によく似合うのは、そういうことなんですね。結構クローズアップで映ってましたよね。もうバッチリですよね。で、特徴的な時計なんで、しかも遠目からでも分かるんですよね。でまずこれケースの直径41ミリっていう微妙な数字が出てきています。なのでやっぱり実際作戦の時に腕に巻く前提なので、あんまり大きすぎると邪魔、小さすぎると今度は読めないっていうことになりますので、非常に絶妙なサイズ感で出てきております。でリューズが左側にあるっていうのも、結局作戦前に合わせてしまえばもう使わないじゃないですか。そうですね。なので右側についてると手首に当たったり、構えた銃に当たったりして邪魔っていうことで左につきました。機能性バッチリですね。機能性のみですね、考えているのは。そのためだけですよね。さらにそれがよく現れてるっていうのを、これ文字盤よく見てください。これジンのロゴ以外がなんか見づらい赤い数字で書いてありますね。で日付も赤。本当に数字だけ、見たい数字だけがしっかり見えるっていうのと、赤って空気みたいな密度の低い場所にある時には空気中の水分に邪魔されずに遠くまで波長が長いので遠くまで届くんですよ。そうなんです。ただそれが水中に潜ると、今度は密度の高い物体の中に入ると波長が長い分持ってるエネルギーが少ないので、あっという間に水に吸収されて見えなくなるっていう特徴があるんですよ。なんで水の中に潜ると5メートルも潜ればこの赤い色は見えないです。無駄なものを省いてるってことですね。そういうことです。潜水を伴うミッションの時に、水中ミッションやる時に今日何日だっけって意味ないじゃないですか。なのでしかもこのカレンダーのパネルも黒の上に赤が乗ってるので、普通に見づらいんですけど、水中に潜った時には全く見えなくなる。すごい。っていうことまで考えて作られてます。
もう特にいろいろ考えてますね。はでまたこのブレスレットもジン特有のこれですね六角で留めてある、はいしかも中に貫通しているピンの太さっていうのは 1.5 ミリ、普通は1ミリかボールみたいにちょっとごつい時計作るところでも 1.2 ぐらいなんですけど、うんしっかりしっかりしてますね。なんでジンでいろいろピン絡みが折れたっていうのは聞かないですね。すごいですね。至れり尽くせり、言うことない。でまた対峙性も8万アンペアマイメートルというずば抜けた対峙性を持ってますね。なので磁石にベタ付けしても大丈夫っていう感じであんまりやってほしくないですけどやらないけど、これはジンのマグネティックフィールドプロテクションという技術でやっております。僕個人的にはこのちょっとずんぐりしたデザイン好きなんですよね。ちょっと厚みがある割には大きさが小さいので、なんかずんぐりしたデザインがちょっと可愛いずんぐりまったりな時計だと思っております。でいろいろこの時計に関してはお伝えしたいこともあるんですけど、また例にたがわずジンのことですから面倒くさいシステムを積んできてるわけですよ。それがジンの AR ドライテクノロジーっていうテクノロジーで、ここに AR って書いてありますよね。これが書いてあるモデルには全部搭載されております。これをちょっとメインで今回はお伝えしていこうかなと思います。でこれ時計のムーブメント自体はもうセリタの SW200 なので、もう本当にオーソドックスなというか、パワーリザーブ38時間のどこにでもあるというか、オーソドックスな時計なムーブメントなんで、パーツも万が一壊れたにしてもいくらでも手に入るということで、その辺は全くさすが信頼性というと整備性を最優先に考えるジンということで、警察の特殊部隊向けにも非常にマッチした作り方をしております。で話戻りまして、この AR このドライテクノロジー、これ積んだモデルにはここにちょこっとカプセルが見えるんですけど、これこのカプセルの役割実は一番最後なんですよ。AR ドライテクノロジーって3つの要素でできているので1個ずつ紹介していこうと思いますけども、まずこの AR、これ何でしょう。 AR って何でしょう。アルゴンガスですね。ガスのそこから出てるんですね。ロゴはそうなんです。高校中学かなの時の科学の授業を思い出していただければと思いますけど記憶にあります。元素表を思い出してください。AR ありましたっけ。これ覚え方で世代差があったりするのかな。こうよく思いますね。水平リーベイ僕の分でアニマがあるシップはすぐ来る後、そのARありましたっけ。原子表を思い出していただいて、その一番右端のやつ、こっちか。一番右端の一番上のヘリウム以外のものっていうのは貴ガスっていう物質で、電子的に閉殻構造になっている、もしくはオクテットっていう構造になっているので、非常に安定した物質で、その単独で存在できるんですね。何とも結合しないということで、何とも結合しないってことはムーブメントの中のパーツと何ともくっつかないんですよ。これが酸素だったりすると、例えば鉄とくっつくと酸化鉄になって、これがサビですよね。でアルゴンガスっていうのは何とも結合し、本当に例外中の例外みたいな例外を探せば、アルゴンの化合物ってあるんですけど、基本的に自然界には存在しないので何とも結合しません。なのでそのアルゴンガスでムーブメントの中を飽和させておくことで他の気体が入りづらいっていう状態にする。これがまず1個目ですね。でその次に使われているのは EDR パッキンっていうパッキンなんですよ。普通パッキンってゴムパッキンって言ったら黒い輪っかですよね。これちょっと特殊な緑のパッキンなんですよ。これ EDR っていうのがエクストリームディフュージョンレデューシングパッキンっていうんですけど、超低拡散パッキン。
これちょっとご説明するにはですね、はゴムの拡散浸透性っていうことをちょっと説明しなきゃいけないんですけど、基本的にゴムって水通さないですよね。と思います。はい。ただごくごく限られたシチュエーションにおいては水を通してしまうっていうことがあるんですよ。普通に使われてるパッキンっていうのはニトリルゴムっていう黒いゴムですけども、例えば高圧側と低圧側があって間にパッキンがあるとき、圧力の高い側から水の分子がゴムの表面に触ると、その分子がゴムの中に染み込んでいってしまうっていう現象が起こるんですよ。でそれで圧力の低い側から放出されるということで、ムーブメントの外側から内側に向かって水が入るという、余地があるはあるっていうことなんです。本当にレアケースなんですけど、でこの EDR パッキンっていうのはその拡散浸透性っていうのを普通のニトリルゴムに比べて4分の1ぐらいに落とした特殊なゴムになってます。よくニトリルゴム？ニトリルゴム、手袋もその名前よく使うじゃないですか。そうですね。ゴムとしては結構一般的なもので、別にそれも水を通してはガバガバってわけじゃないんですけど、よりさらにほとんど通さない形に、したっていうのはこの EDR パッキンですね。でさらにそこまでして水を遮断して、なおかつちょっとでも中に入った水分はここにくっついている、ここでようやくこのカプセルの出番になるんですね。これは単純に言うと除湿剤なんですけど、硫酸銅が入ってます。水に触れると青く変色する色ですね。でこれが中に万が一入った水も取ってくれるので、で水をだんだん吸ってくるとここの色がどんどん濃い青色になってきて、もう真っ青になったら替え時ですっていうことなんですけども、あんまりこれが変色するような状況って見たことはないです。オーナーの方に言わせると、ほんのちょっとずつなんか濃くなってるような気がするとは言うんですけど、ほぼほぼこのパッキン、チタン製のカプセルに入ってるこの硫酸銅、これはオーバーホールの時とかに変えていただければいいっていう感じのぐらいですかね。という感じで、カプセルってちっちゃいんですか？ちっちゃいカプセルです。もう本当に2ミリぐらいですか、直径のカプセルですね。ぐらいな感じなんですよね。で奥行きはちょっとそこそこあるんですけど、ここからムーブメントに届くぐらいの。そうなんですか。縦長ってことですか？細いのが刺さってます。そうなんですね。でこれで50気圧防水、500メートル防水っていう防水性能を確保しつつ、水に対する耐性を高めておりますと。で本当に極限状態で使うことを考えた時計なので、ムーブメントの潤滑油に使っているオイルも特殊なオイル、マイナス45度からプラスの80度まで、動作保証がされている本当に特殊なオイルを使っているので、まずまずその環境って人間大丈夫ですかって環境ですよね。つけてる人間の方が先にへばるオイルを使っているので、すごいですね。そうですね。持ち主が多分亡くなったとしても時計は動いてるっていう、そういう感じの時計ですね。もう本当にひたすら極限環境で使うためのことだけを考えた時計、ジンって全体的にそういうモデルを作ってるんですけど、そうです。イメージがそうですもんね。特にこの EGM3 に関しては本当に実戦で使ってもいい、本当に使ってるみたいですからね、その特殊部隊の方々がね、モデルになっております。いいですね、こういうオーバースペックね。いいですね。別にアウトドア行くわけじゃないけど、オフロード車に乗るみたいな、そういうロマンありますよね。男性好きですね、やっぱこういうところ。そうですね。見えないところっていうところがいいんですよね。不必要なスペック好きですよね。別にダイビングするわけじゃないけど、50気圧防水いいじゃないっていう感じで、ぜひぜひ皆さんの腕にね、ご検討いただきたい時計にはなっております。でこれがお値段44万円ですからね、税込みで。なんか意外と安い。意外とこの円安のご時世にしてはまだまだ頑張っている方ですかね。決してお安い、一般的にはお安い金銭感覚ではないんですけども、まだ時計としては頑張ってくれている。で当店の100回払い、無金利100回払い使っていただければ、1ヶ月いていただければ1ヶ月4000円できますよね、これね。そうですね。初回にちょっと調整すれば4000円で多分いける。なんかサブスクみたいな金額で時計が買えるということで、
はい、ぜひ皆さんねごはいご購入の折にはねご検討していただければと思います。はいということで先ほども冒頭にもちょっと申し上げましたけどもね、クロノサフダダ浜松静岡県内唯一のジン正規取扱店でございます。そうですね。はい、じゃあお店のロケーションの宣伝をお願いいたします。はい、浜松イオンモール一の西側入り口から入りまして、無印さん、DHC さんと続きまして3軒目にあたります。はい、西側の出入り口から徒歩1分で、の立地にありますので、すごくアクセスはしやすいところでございます。ちょっとお店雰囲気が入りづらいとか言われたりするんですけども、お支払い方法も含め皆さんに、いろいろ時計をご提案させていただける体制でおりますので、ぜひ皆さん時計に興味ある方は一度、店頭まで来ていただいて実機をねご覧いただきたいなと思います。そうですね。皆さん一度何か気になるモデルあるなって方はお店に立ち寄っていただければスタッフ一度皆さんのご来店を心よりお待ちしております。はい、ということで今回ご紹介しましたのは16回目、ジンスペシャルウーレンより EGM3、ご紹介させていただきました、50ケソ防水のダイバーズウォッチです。はい、皆さんぜひ、この動画を見ていいなと思っていただいた方は店頭まで来て、ぜひ手に取って見てみてください。当チャンネルちょっとマニア向けの情報を発信しておりますけども、はい、いろいろとまた動画他にもご上げさせていただいておりますので、よければもう一本また動画を見ていってください。はい、それでは皆さん次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。